ですね、自転車のフォーク、フロントフォークですね、についてちょっとお話をしてみようと思います。はい、皆さんこんにちは。ロックバイク CV です。今日はですね、自転車の世界ではそんなに深く触れられない話題なんじゃないかなと思うんですけれども、フォーク、フロントフォークですね、についてちょっとお話をしてみようと思います。最近ですね、ロードバイクのタイヤが太くなりましたよとか、リムもね、ワイドになりましたよとか、エアボリュームが増えて乗り心地が良くなったっていうような。これはそうですね、チューブがなくなってね、チューブレスになり始めているような現状も含め、乗り心地が良くなったよなんていう話をよくするわけなんですけれども、実はこれがね、疑似サスペンション的な役割も若干になっているんじゃないかなというふうに思ったりしているんですが、例えば皆さん、自転車のフォークについてなんですけれども、どうでしょう？これってもう完成の域に達しているというふうにお思いでしょうか？オートバイの世界はですね、実はこの決着というのはね、随分前についているようでして、それというのは最適解というわけではどうやらないようでして、バランスのいいところの着地点、ある意味妥協のような、そういったね、一つの答えにたどり着いているようです。ところがね、自転車のフォークの進化というのは少し違う道をたどっているわけなんですけれども、今日はね、そんなお話をしてみたいと思います。それでは本編行ってみましょう。それではまず第一章、オートバイのフォークの進化というところなんですけれども、同じ二輪の乗り物としてね、フォークに変化があったのはオートバイの方が先ということで、あえてね、ちょっとオートバイのフォークの進化というようなところを、お話ししてみようと思うんですけれども、初期のオートバイというのはですね、ほぼ自転車と同じようにですね、リジットフォーク、つまり簡単に言うとですね、自転車にエンジンという原動機がついた、そんな乗り物だったわけなんですね。それがですね、だいたい1900年代から1930年代あたりに、そのリジットフォークからガーダーフォークというものに変わっていきます。ちなみに余談なんですけれども、このガーダーフォーク、一般的にはガーターフォーク、濁らずにガーターフォークと呼ばれることが多いようです。実はですね、このガーダー、英語ではgirder, G-I-R-D-E-R で、ガーダーと本来はなるはずなんですけれども、このガーダーという言葉よりも、garter、よく言うガーターベルトのようなね、靴下をこう吊り下げるっていうようなガーターという言葉の方が先に入ってきて、これは G-A-R-T-R ですね。が先に入ってきて、その発音に引っ張られてガーターと呼ぶようになったという説が濃厚らしいです。ですので、正しくはガーダーフォークにもかかわらず、オートバイ業界とか、一般的にはガーターフォークというように日本語では発音することが多いと。僕もですね、この内容をちょっと調べていて、ガーダーフォークって書いてたので、ちょっと気になって調べてみました。自分の認識の中でも、あれガーターフォークじゃなかったっけなっていうふうに思っていたんですけれども、どうやら正しくはガーダーフォークというところでした。はい、ちょっと話が逸れてしまいましたが、このガーダーフォークというものに切り替わっていってですね、これはフォークの一部にリンク構造がついていて、そこに外部にスプリングね、コイルスプリングがついている。そんなね、初期のサスペンションフォークの構造でした。このサスペンションフォークの登場により、いわゆる路面からの突き上げというのをね、緩和するようなことができるようになったわけなんですけれども、まだこの当初というのは、減衰という考え方は、あまり強くなくてですね、いわゆるスプリングが入っているだけですので、跳ねる。そんなフォークとして最初は採用されておりました。次に登場するのがですね、リーディングフォークや、イギリスのアールズっていう人がね、発明したアールズフォークなんていう同じリンクを返すんですけども、そこにはリアショックのようなね、サスペンションダンパーショックユニットがついている。
そんな、まあちょっとスイングアームチックなものがね、車体の下の方から生えてたりするんですけれども、そういうね、リーディングフォークやアールズフォークと、言われるものができてきます。これが1940年代からまあ60年代ぐらいにかけてというところなんですけれども、これはこれとしてね、先だってのスプリンガーフォークに比べると、幾分ね、減衰という意味では良くなるんですね。そしてですね、構造が複雑なものですから、合成は高い。そして、ノーズダイブが少ないという利点はあったんですけれども、いかんせんですね、その構造がゆえに重量が重すぎるというようなところから長らくは採用されなかったということになります。重かったというところなんですけれども、一旦ここでですね、当然リジットフォークに比べればはるかに重くなっているわけなんですけれども、重さよりもこの安定性思考というのを求めていったという、まあ一旦ね、答えが出た形になります。そして次に登場するのがテレスコピックフォーク。これは次にというか、このですね、アールズフォークなんかと大体同じぐらいの年代にね、始まってはいるんですけれども、大体初のテレスコピックフォークというのが1930年代に発明されるわけなんですけれども、このテレスコピックフォーク、いわゆる今あるサスペンションフォークの源流になっているもので、構造としては今のサスペンションフォークそのものです。つまり、この1930年代に発明されたテレスコピックフォークというものが、現代までずっとね、脈々と受け継がれているということになります。ちなみにこのテレスコピックフォークを発明した会社というのがですね、イギリスにあるスコットモーターサイクルカンパニーという会社になりまして、これもね、実はあのスコット、皆さんご存知のね、自転車業界にもスコットってありますけれども、関係あるのかなというふうに調べてみたんですが、どうやら関係のないようでして、今言ってるスコットモーターサイクルカンパニーというのはイギリスの会社で、我々自転車業界のスコットはスイスに本拠地を置く会社になります。余談ですけれども、こちらの自転車の方のスコットですね。初めて DH バーを作り、グレッグ・レモンがそれを使ってね、ツールを優勝した、だったと思います。ということからね、一躍有名になった会社なわけなんですけれども、もともとはですね、スキーの用品を作っている会社。今でもね、スノーの世界で活躍しているスコットなんですけれども、スキーといえば同じくね、フランスのルックが同じスキーの世界から自転車にやってきてね、有名になった会社としても挙げられるんですけれども、このスコットはですね、そういったスキーのストックですね。ストック、アルミのストック、それも超軽量なやつを作るのが得意だったストックは、その後もね、非常に軽量なアルミのバーというのをたくさん開発していき、その後、カーボンのフレームもね、ものすごく軽量な、近年ですとアディクトなんかが有名だったりしますけれども、まあ、軽量な部品や車体を作ることで有名となりました。僕もですね、中学ぐらいの時にスコットのね、マウンテンバイク用のブルホンバーをすごく憧れてね、グレーの表面に黄色のスコットの文字が書いてあったやつにすごく憧れまして、それを購入して長らく使っていたのを覚えております。で、このテレスコピックフォークなんですけれども、まあ、1930年代半ばにですね、BMW がこの油圧ダンパーというものを搭載したものを世界で初めて採用してですね、それまでのものと比べると、一つの軸の中にダンパーが入っていて、スプリングが入っていて、シンプルかつ軽量で、これがね、いいということで、一躍世の中に広まると。まあ、決定的にこれだというふうになったわけなんですけれども、実はこれがね、二輪車におけるフロントフォークのサスペンション機能としてはですね、正解だったわけでもないというところなんですね。これがなぜ正解だったわけではないということなんですけれども、シンプルにですね、ブレーキングをすると、その後ろから前に移る荷重移動の最中でですね、そのサスペンションが縮んでいく、これをノーズダイブと言いますけれども、このノーズダイブが起こることによって、もともと走るために設計されていたジオメトリーに変化が起きます。それが何よりもこのテレスコピック型サスペンションフォークのデメリットになるわけで、これをなかなか解消したいということで、古くはですね、また出てきますが、BMW がテレレバーというね、これも先般のアールズフォークにちょっと考え方が似ているんですけれども、スイングアームのようなものをフレームのネック付近から生やしてですね、そこを稼働させて動かすというような構造で、これは実はですね、
1990年代ぐらいに全盛期を迎えて BMW ではたくさんの車種に採用されておりました。ただですね、やはりなかなか最適解には落ち着かずにですね、現在でも一部の車種限られてますけれども、では採用されているようですが、メインストリームにはなっていないと。もう一つ、同じく90年代に、僕も大好きなね、イタリアのビモータっていう会社が、テージというシリーズ、テージ 1D というのがね、一番最初に採用だったんですけれども、フロントにもリアと同じようなスイングアームをフレームの途中から生やして、そしてこれがね、スイングアームが肩持ちで、ステアリングはどうやって切るのかというと、ハブの中にね、センターハブステアリングシステムという極めて複雑なね、構造を持って、生まれたのがあって、これもね、アンチノーズダイブということで、ノーズダイブが起こりにくい、非常に優れたシステムだということで、当時ね、若干脚光を浴びたんですけれども、そのアンチノーズダイブがゆえにですね、フロントの接地感が希薄だったりだとか、やはり部品構成が複雑なので、重量増につながる。もしくはコスト増につながるとか、いろいろなね、デメリットがあって、なかなかその市販化というか、大量生産にはこぎつけれなかったというところになります。その構造自体は非常に優れていてですね、それを改良して突き詰めていけば、おそらくテレスコピック型に勝てるような性能というのは持っていたのかもしれないんですけれども、やはりそのコストの面だったりだとか、重量の面だったりとかっていうのを技術の進化の過程の中で解決するのにどうしても時間がかかってしまうっていうようなネガな部分が大きかったので、メインストリームにはなり得なかったというところになりまして、それがゆえにですね、先ほど言ったテレスコピック型というのが大正解ではないのかもしれないんですけれども、いろんなものを削ぎ落としていって、大人の事情もあり、シンプルで、ネガな部分がないわけではないんですけれども、天秤にかけていくと、そのネガな部分をすべて消さなくても、補ってあまりあるね、メリットというか、の方が現状大きいとされているので、致し方なくこのテレスコピック型のサスペンションフォークというのが、現代まで生き残っていて、進化を遂げているということになります。それでは第2章、自転車はなぜ違う進化をしたかというところなんですけれども、自転車の進化の歴史を紐解いてみるとですね、途中でね、マウンテンバイクにサスペンションフォークというものが生まれはしたんですけれども、それまでというのは、自転車にはサスペンションという考え方はなかなか入ってきませんでした。この理由は至ってシンプルでして、自転車においてね、その原動力というのは人間の足なわけで、何が一番大事って、皆さんもご存知の通り、自転車においては、軽量化、重量増を嫌う軽量化というものが何よりも優先されてきたというところですので、少々の突き上げだとか、そういうものをいなすことよりも、なんせ軽量化をしていきたいという思いの方が強かった。そして、ロードレースにおいてはですね、基本的に比較的路面は整っているということが大前提にあるので、そのサスペンションの重要性というのがあまり重く取られてこなかったというような部分だと思います。そして、先ほども言ったように、やはりね、その原動力というのが人力なので、サスペンションが入るということは、自転車のこのペダリングというのはですね、こう、くるくる回すペダリングもあるんですけど、ダンシングするときとかっていうのは、ぐん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 というふうに入力していくんですけど、そのたんびにサスペンションがあると、この入力が、サスペンションが沈むことによって、吸収されてしまう。そうするとね、ロスが、どうしても大きくなってしまうということから、人力という小さな力で進もうとする自転車において、やはりそのね、ロスを嫌うという部分から、自転車ではサスペンションを導入しなかったということになります。これというのは、裏を返せば、多少の振動は受け入れるとか、路面の追従性というものは、ある程度犠牲にしている。そして路面からのショックというのは人間側で吸収しているというような構造になっており、つまりですね、ロードバイクにおいて、このサスペンションという考え方は人間側、乗り手、ライダー側がサスペンションの機能を担っている。そういう考え方に基づいて軽く、そして合成を求めて進化してきた。これが自転車のロードバイクのになりますけれども、フォークの進化という形になります。つまりですね、オートバイのフォーク。これは
フォークというともう等しくサスペンションフォークのことを指すわけなんですけれども、の進化と、自転車のフォーク、この場合はロードバイクのフォークの進化のことを指すわけなんですけれども、一方でオートバイというのは、機械にその振動吸収を委ねてきた。そして、ロードバイク、自転車の側は、人間にその振動吸収を委ねてきた。そういった進化の違いがどうやらあったようです。はい、それでは第3章、MTB がもたらした革命というところなんですけれども、ついにですね、1990年代に入ってくると、マウンテンバイクにもサスペンションフォークという概念が入ってきます。このサスペンションフォークを一般化したメーカーというのは、ロックショックスだったり、マニトーだったりというメーカーになるわけなんですけれども、初期のね、黎明期のマウンテンバイクのフォークというのは、今と比べると、言い方は悪いですけど、おもちゃのような構造でした。サスペンションフォークの中に入っているのはですね、エラストマーというゴムの塊が入っていて、ストロークもね、そのゴムが縮む、その分でしかストロークができない。言い換えれば、それがショックだったり振動だったりを吸収するという非常に単純な構造となっておりました。とはいえですね、サスペンションフォークなわけですから、ボトムにはね、ボトムケースがあり、上にはね、インナーチューブ、スタンチョンチューブが入っていて、ショルダーがあるというような構造をしているので、いかんせん、そのリジットフォークに比べれば重たくなるわけなんですね。重たくなるし、今のサスペンションフォークと比べると振動吸収性なんて本当に大したことなかった。でも広まっていったわけなんです。それはなぜかというとですね、それでもやはりですね、サスペンション機能がつくということは、重くなるんだけれども、それでも速かった。もうそこに尽きると思います。路面の追従性が上がり、トラクションが逃げなくなった。これは当時、本当にサスペンションが出てきたばっかりの頃のマウンテンバイクの世界ではね、革命的な登場、発明だったわけなんですね。ここでですね、自転車の世界で今まで流通していた考え方、常識というのが一旦覆ります。それはどういうことかというと、軽いイコール速いだったところが、追従性がいいイコール速いに切り替わってきたということになります。そしてですね、その後、もう10年足らずぐらいでですね、当然、マウンテンバイクの世界にもオイルダンパーが登場しまして、スプリングもコイルスプリングからより軽量を求めてね、エアスプリングに移ってくる。そんな時代が到来するわけなんですけれども、初期のまだエラストマーだった頃のサスペンションのストロークっていうのはね、いいとこ60ミリぐらいがせいぜいだったわけなんですが、それが100ミリになり、150ミリになり、今やダウンヒルバイクなんていうのはね、フロントフォークのストロークっていうのは200ミリぐらいトレベルがあったりします。そうやってですね、やはりこのストロークが長くなればなるほど、当然、物が大きくなるんで重量が増えていきます。それでも荒れ地を進むのは、それでもスピードが重くなっているはずなのに、速くなっていると。つまりですね、軽い方が速いと思われていたんだが、実は路面に対する追従性が上がる方が結果が出るというような、そういったね、ある意味技術の革新のようなものがマウンテンバイクの世界で起こったと。そういうことになります。そして今やですね、もうマウンテンバイクは完全にサスペンションありき、サスペンション前提の乗り物になったということなんですけれども、この第2章で自転車が違う進化を辿ったというふうに説明したんですけれども、その進化の過程の中で、オートバイは路面からの振動だったりギャップの吸収というのを機械に任した。ロードバイクはそれを人間が肩代わりして担っていったとこだったんですけれども、どうやらマウンテンバイクの世界では人間の体だけではどうしてもその衝撃だったり振動というものを吸収しきれなかったので、もう一回機械に戻したというやり方を取ったということなんですね。これがマウンテンバイクが自転車業界において遅まきながらもたらした革命ということになります。はい。それでは第4章、グラベルバイクの現在地というところなんですけれども、2000年代初頭に入りまして、欧米でグラベルバイクというものが流行いたしました。そして以前ね、グラベルバイクの説明をした動画でもお伝えしましたけれども、日本においては2019年がグラベルバイク元年と言われているわけなんですけれども、残念ながらね、日本では
このグラベルバイクシーンというのは、欧米に比べてそれほど広がってはいないようなんですけれども、それでもね、少なからず欧米のブランドというのは、グラベルバイクというのを、毎年のように新作をリリースしております。そしてこのグラベルバイク、やはりロードバイクとマウンテンバイクの合いの子というところで、出た当初というのは、ロードバイクにかなり寄った設計でした。シクロクロスのタイヤサイズというのがね、だいたい最初の頃は 32C から 35C の間ぐらいというのが一般的で、グラベルバイクというのもだいたいそんなもので登場していったわけなんですけれども、欧米でどんどんね、流行っていってて、激化しているこのグラベルバイクのシーンというのは、タイヤサイズがどんどん太くなっていって、今やもうね、50C に近づこうかというね、そんなところまで来ております。50C というとですね、大方2インチぐらいのタイヤになるわけで、十分マウンテンバイクのようなタイヤなわけなんですけれども、この裏にあるのは、なぜこんな太いタイヤがいるかというと、やはり路面の衝撃を吸収するため、荒れた路面を行くために、やはり太いタイヤが必要というところになるわけです。そしてそれよりもさらに路面の衝撃を吸収したいような場面がある。場合にですね、当然、先ほどね、このマウンテンバイクのお話からするとですね、セオリーとして登場してくるのは、そう、マウンテンバイクと同じサスペンションフォークなわけなんですけれども、当然ながらですね、グラベルバイクにももうこのサスペンションフォークというのは登場しております。有名どころで言うと、ロックショックスのルーディとか、フォックスの 32AX のグラベルバージョンとか、キャノンデールのレフティオリバーとか、その辺が割と最右翼候補なんじゃないかなと思いますけれども、ストロークのレンジで言うとですね、40ミリ近辺っていうところになります。この40ミリというのはですね、まさしくマウンテンバイクが一番最初にサスペンションフォークを採用した頃とそっくりな数値なわけなんですけれども、これが徐々にね、やはり根付き始めている。理由は全く同じでして、重くなるんだけれども、路面の追従性が上がると。結果、速く走れるというところにどうやらなっているようです。ただ、いきなり、そのストロークがね、マウンテンバイクでもね、トレイルなんかでも120ミリとか140ミリぐらいのサスペンションフォークっていうのが出てきているので、それをそのままスワップして使えばね、使えなくないわけではないんですよね。マウンテンバイクの例えば299なんて、そもそもリムサイズは 700C と共用なわけなので、そのまま使えたりするはずなんですけれども、それを現状していないというところは、やはりなかなか自転車を乗っている人たちだったり業界そのものがね、コンサバティブな考え方があったりするので、現状のリジットフォークのロードバイクからの振れ幅としてね、いきなりドーンと違う反対方向には飛んでいかずに、徐々に段階を追って、行くというところから、まずはその40ミリぐらいのストロークを持ったものっていうのが出てきているというところだと思います。なので、これがグラベルのこのシーンというのがさらに激化していけば、これが60ミリぐらいから80ミリぐらいのレンジに移動し、そのうちね、あと5年ぐらいすれば100ミリぐらいのグラベル用フォークなんかっていうのが出てくるかもしれませんが、現状というのはその40ミリレンジぐらいのサスペンションフォークというのが、それでもね、サスペンションフォークが付いているグラベルバイクはまだまだ主流ではないですけれども、一部サスペンションフォークを付けている人たちというのは、それぐらいが主流というところになっており、まさにですね、ロードバイクのような形をした、ドロップハンドルの付いたロードバイク由来のグラベルロードバイクなわけなんですけれども、ちょっと荒れた路面に行こうとすると、やはりこのサスペンションというのがあった方がいい。そういう解決策が誰しもが考えてきて、結果90年代に革命を起こしたマウンテンバイクと同じ道を辿っているというようなことになっております。これが現代のね、グラベルバイクの現在地ということになります。はい。続いて第5章、ロードバイクの未来というところなんですけれども、グラベルバイクがですね、現状そのショートストロークのサスペンションフォークを採用していると。これというのは、現状のリジットフォークからの振れ幅を少なくするため、いわゆるペダリング時の違和感を最小限に抑えるだとか、大きなギャップはまだまだクリアするには至らないんだけれども、細かなギャップだったり振動だったりというのをカットするために、ないよりはあった方がいい、そのショートストロークのサスペンションを使っているというようなところになるわけなんですけれども、今はこれグラベルの話をしておりましたが、一方でね、
ピュアレーシングバイクであるロードバイクですね。ロードレーサーたちもですね、冒頭で言ったように、やはりタイヤの幅が太くなっていると。リムの幅も太くなっていると。それによってライダーたちは恩恵を受けています。どういった恩恵かというと、乗り心地が良くなった。これはね、経験した人は皆さんそういうふうに言います。で、以前はこの乗り心地が良くなると、トレードオフとして重量を犠牲にしなければいけなくなるので、重たくなる。それを嫌って乗り心地が悪くても、硬くても、それでも細いタイヤに空気をカンカンに入れて乗るっていうのが、ロードバイクの美徳とされてきたわけなんですけれども、今やね、もうそういう時代ではなく、実は少々リムが太くなっても、少々タイヤのゴムの量が多くなっても、重量が増えても、結果乗り心地が良くなって、なんならタイムが縮まるというようなところまで来ております。そして技術の進化とともにですね、リムが太くなり、本来使われているカーボンの量が増えているはずなのに、現代のカーボンホイールというのは恐ろしく軽量になっております。ちょっと前まではね、例えば50ミリハイトのカーボンホイールというのは、大体そうですね、1500g を切れればかなり軽量ホイールだというふうに言われておりました。ところがですね、昨今のカーボンスポークの登場により、またはですね、リムの構造というのも、どんどんね、やはり技術が入っていき、薄肉で硬く作れるような、そんな技術が進化してきたおかげでですね、リムハイトが50ミリぐらいあり、かつ、リムが外で30ミリ近いような、28ミリとかぐらいあるような、内幅でそうですね、22とか3とかあるようなリムでもですね、重量が下手すればそうですね、1200g を切るような、前後セットで 1100g 台。中には1キロ切るようなものももうあったんじゃないかな。50ミリはさすがにないかな。それぐらいね、ちょっと前まではもうギリギリで1400台と入れていたのが、そこからいきなりね、もう 200g ぐらい軽くなっております。まあそんなような時代ですので、思ったほど仕上がった車体というのがね、重くならない。だったら、また技術を使って、その軽いね、サスペンションをもしかしたらロードバイクにも入れていった方が、実は路面の追従性が上がり、ライダーの疲労も軽減できて、ひいてはレースにおけるね、タイムが縮まるなんていう時代が来るのかもしれません。自分が設計するとすれば、そのサスペンションのストロークの範囲というのは、そうですね、20ミリとか30ミリぐらい、ごくごくショートストローク、まあ、それぐらいに抑えないとね、レッグ調がどうしても伸びてしまうので、ロードバイクはやはりこう前傾を取りたいので、ヘッド調も短く抑えたいというようなところから、まずフロントフォークのレッグ調をあまり伸ばしたくない。そして昨今はですね、エアロバイクということが流行っていたり、この空気抵抗というのを非常に気にしている部分があったりするので、そのフォーク、特にね、ショルダー部の造形なんかっていうのは、今と全く違った形のものになっていくんじゃないかなというふうには思っているんですけれども、ロードバイク専用のサスペンションフォークなんていうものが、あと何年かすればね、世の中に登場するんじゃないかな。それも、今の最軽量に比べて若干重くはなる。まあ、マウンテンバイクのフォークのように、フォーク1本あたり2キロ超えとかね、そんな世界には突入しないかもしれませんが、数百グラムぐらいのアドオンで、なんとかやっていけるような、そんな超高性能サスペンションフォークというものが出てきてしまえば、おそらくね、レースシーンなんかでも、それを採用されることが出てきて、そして一般の方の中にもそういったね、レースを頂点として使われているような機材に憧れを持ち、怠慢をはたいてそれを導入するという方も増えてくるんじゃないかなというふうに推測しております。レースで使われている機材というものがね、一般のマーケットにどんどんフィードバックして降りてきている、そのスピードがどんどん速くなっている昨今でありますのでね、これはディスクブレーキしかり、DI2 しかり、このエアロのフォルムしかりというところなんですけれども、おそらく遠くない未来にロードバイクにおいてもサスペンションフォークというのが出てくるんじゃなかろうか。これが僕の現状での考察となります。根拠がないわけではなくてですね、自分もやはり業界にいながらいろんな開発者たちと会話する中でですね、やはりそういうことを考えている人が世の中にいなくはないというようなところからこういう話をしているわけなんですけれども、僕も随分以前からね、この構想はありまして、自分がサスペンションフォークを設計するという立場には現状ないので、自分からこれが出てくることはないかなというふうには思っているんですけれども、僕の頭の中にはある程度その
デザインだったり気候だったりというのが、こう存在はしているのでね、機会があればそれを形にするっていうようなことができればなぁなんていうふうには思ってたりするんですが、おそらくね、僕が考えてるぐらいですから、世の中できっと考えてる人がいて、遠くない未来にやってくるんじゃないか。それは30年前にマウンテンバイクがやり、そしてつい最近グラベルバイクがもうやっている。歴史は繰り返すわけで、きっとロードバイクの世界にもこのトレンド、こういった技術トレンドというものは巡ってくるんじゃないかなというふうに思っております。それが僕の考える次のロードバイクの一手。まあ、ロードバイクもどんどん変速段数が増えてきております。カーボン全盛期というふうに言われておりますが、もうぶっちゃけやることがないんじゃないかなと。もう行き着くところまで行ってしまったんじゃないかな感は否めないので、まあ、がゆえにですね、自分たちとしては、そういった最先端を追い求めるではなくてですね、もうちょっと人間の情緒の金銭に触れるような、価格が高くなくても楽しめるような、そんなものづくりをしていきたいなと思っているんですが、まあ一方でですね、そういった最先端の技術が進んでいくということはね、当然いいことですし、そういったものの中からですね、またマスマーケットにフィードバックが起こり、いいものがまた安く提供される時代が来るべきだとも思ってますんで、ハイエンドのね、そういった商品を開発しておられる方っていうのは、引き続きね、そういった革新めいた商品というのをね、どんどん世に送り出していっていただきですね、オートバイにおけるそのテレレバーだったり、ハブステアリングだったりっていうね、まあやってみたものの周知はされなかったような技術。でもこれっていうのがまたね、時をめぐって注目される時がやってくるのかもしれませんから、そういった形でですね、今僕が言っている、もしかしたらロードバイクにおけるサスペンションフォーク誰かがやってみて、いいんだけどやっぱり値段がねとか、重量がねとかって言って、また振り出しに戻る。まあそうやってね、オートバイのテレスコピックサスペンションフォークというのは、結局そこに落ち着いたという歴史がありますんで、結局ロードバイクはリジットフォークが一番だよねになるのかもしれないんですけど、一旦はね、そうやってロードバイクのサスペンションフォークというのを夢見てしまってもいいんじゃないかなと、そういうふうに僕は願っております。今日はですね、自転車におけるフロントフォークの進化というものを、オートバイのフロントフォークの進化というところをまずはなぞらえて、そしてマウンテンバイクが作ってきたこの革命めいたものっていうのが実は現在のグラベルバイクを通してロードバイクにも発展していくんじゃないかという僕の考察も交えながら話をさせていただきました。フロントフォークというのはフレームの前側を担っているただのね、部品の一つにも見えがちなんですけれども、実はこの乗り物の性格すらも決定づける、言ってみればこの乗り物のね、思想を方向づけているような、そんなパーツの一つなんじゃないかなと思います。効率性を求めてきた結果、ロードバイクというのは一つ、軽量と合成というのを何よりも大事にしてきた、そうやって進化をしてきた乗り物だったんですが、実はここへ来てね、そこから快適性だったり、路面の追従性だったりっていう、今までロードバイク、オンロードの自転車の世界があまり意識してこなかった。ともすれば無視してきたようなところっていうのが、今後注目される次の一手になるかもしれません。皆さんはロードバイクのサスペンションフォーク化についてどう思われますでしょうか？またね、コメント欄で皆さんのご意見などをお聞かせいただければ嬉しく思います。いいねボタンやハイプでのね、応援というのもぜひぜひよろしくお願いします。そしてね、今日の動画で初めて見ていただいて、面白かったという方はですね、引き続き見ていただくためにチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。ちなみになんですけれども、今僕がこれ、着ているこの T シャツなんですけれども、先日ですね、マスターピストさんからいただいたものになりまして、ここにね、マスピのロゴが入っていて、ちょっと後ろがね、結構バックプリントがなかなかかっこよくてですね、これちょっとご紹介したくて。うちではね、お取り扱いしていないんですけれども、マスターピストさんのホームページで販売しているので、気になる方はぜひ見に行ってみてください。それじゃあまたね。バイバイ。